ご視聴ありがとうございます。今回はちょっと面白いケミカル製品紹介したいと思います。一つ目はハイロマーのブルー。これガスケットなんですけど固まらないガスケットなんです。手に取ってみるとこんな感じ。ベトベトしたまま1日経ってもこのまんま。時間とともに多少水分がなくなっていく感じはありますが、基本固まらないこの状態を維持するガスケットです。用途は様々。まずはくっついて欲しくない紙ガスケットに塗る方法。これはカムチェーンテンショナーのガスケットに塗っていますが、これやっておくと次に剥がす時に破れずにペリペリっと剥がすことができます。最近もう触る機会も少ないですけど、ツーストのリードバルブガスケットにこれ塗っとくと次メンテするときとても楽になるっすね。こっちはシリンダーのベースガスケットに塗っています。ここ紙じゃないのも増えてきましたが、くっつかなければ紙ガスケットもコスト的には悪くないっすよね。そんな時にこのハイロマーのブルーが活躍してくれます。薄く表面に伸ばしていくような感じで塗ってます。ガスケットは大抵何も塗るなと指示はされますが、固まらないこれ薄付けしても抜けやすくなるって感想もないっすね。昔はオイル塗るって荒技も聞きましたが、ハイロマーの方が断然安心感はあります。次は頻繁に外すヘッドカバー、ゴムガスケット部分からのオイルにじみ止めに使ってます。固まりませんので塗り直しが一般的なガスケットに比べてとても楽っすね。さらに、組み付け時に外れやすくて作業がしにくいオーリングの仮固定に使ったり、ネジ山からのオイル漏れ対策に使ったりしています。ネジ山部分に塗るのはアドヘシブ1324が有名ですが、結構高いのと消費期限があるので DIY 用途では買いにくいんですよね。私のオートバイ、ウォーターポンプ部分のこのボルトがヘッドの中に貫通してまして、ここのスレッドにハイロマーブルーを塗ってオイル漏れるのを止めています。今までこの使い方してネジが緩んだりなど問題は起きてないっすね。さてハイロマーのブルー。使っていて気になったこととしては、対ガソリン性能を謳ってはおりますが、ガソリンつく部分に使うと溶ける感じはないのですが、流れてしまう印象があります。キャブのフロートチャンバーの合わせ面に塗って漏れは止めてくれるんですけど、はみ出た分なのか流れに接する部分が流れていってしまうのか、ハイロマーがチャンバーの底に溜まっちゃうことがあるっすね。スペック的にはだいたいどこにでも使える素晴らしいガスケットみたいなんですけど、使いこなすのがちょっと難しい、そんな印象を持っています。それからニトリル手袋と相性が最悪です。ゴムにまとわりつくようにベッタベタにくっついてどうにもならなくなってしまいます。皮膚についた場合はウエスで拭えば簡単に落ちますので、素手で扱うのが今のところ一番楽に感じてます。ただ私は大丈夫なのですが、肌荒れしたりする可能性もございます。ご留意いただきたいポイントとなってます。もう一点、私これ何本か使ってきて、キャップ閉めておいても隙間から透明なベタベタしたものがにじみ出てくるんです。今使っているのも出てきてます。青くない透明なものだけ出てきますので、糊成分だけ分離して出てきちゃうんですかね。これが布やスポンジにつくと結構厄介で、保管には注意が必要です。私はジップロックに入れてます。こうしておけば出てきても浸透したりビニールを溶かしたりする感じはありませんので、周辺は守れます。毎日使う場合は問題なさそうですが、保管には気をつけてください。ロールスロイスの指定ケミカルだったと言われるハイロマーのブルー。工具屋さんのストレートさんで売ってます。用途に合いそうでしたら試してみていただきたいです。2つ目、パーマテックスのウルトラスリック。エンジン組むときに使うオイルでアセンブリルブなんて言われるやつです。糸を引くほどネバネバとしたオイルです。粘性が高いので塗布した部分にとどまりやすく、オーバーホールしたりで長期間回っていなかったエンジンの最初の始動時の油膜切れの不安を小さくしてくれます。カムやギア部分に塗っておくことが多いですね。実際は始動前にヘッドからオイル垂らしてちょっと手でクランキングすれば問題ないんじゃと思っていますし、いくら粘性高いとはいえこれでも時間経てば流れてしまうとは思いますが、これだけべっとりしたオイルを塗っておくと精神的には落ち着きます。特別に保護されてるような感じがするっすね。短期の防水用途で薄付けして使うこともあります。普通のオイルを塗るよりも垂れてくる量が少ないので扱いやすいです。それからラチェットのメンテナンスに使うことも。
これに関しては特別良さは感じませんが、案外幅広く使えるオイルだと感じています。潤滑性能なんかはよくわかりません。オイル系は評価するのが難しいですが、今まで何度かオートバイのエンジン組み付け時に使って問題は起きておりません。エンジンオイルへの溶け具合もいいっすね。冷えたオイルに数滴落としてみて、ちょっと混ぜるだけでスルッと溶けていきます。これならエンジンの中、どこかに詰まって壊してしまうようなこともなさそうです。気になる点は、良いとこでもあるその粘性の高さからの扱いの難しさを挙げます。塗った後に糸を引きますので、余計なところ、例えばガスケット面なんかに垂らしてしまうことが多く、掃除が少し面倒っすね。それからベアリングに入れると周りがすごく重くなります。さらっとした万能な組み付けペーストとは異なり、使いどころは選んだ方が良さそうです。また容器がいまいちですね。使った後に継ぎ口周辺にオイル溜まってしまいますし、ボトル横にしたり逆さにすると中身が溢れてしまいます。あまり買って良い入れ物ではないですね。綺麗な状態で保管するのは難しいです。パーマテックスのウルトラスリック。こういう用途の潤滑剤としてはお安い部類に思います。用途に合えば試してみていただきたいです。3つ目、マジックボンド。UV ライトに反応して硬化するタイプの接着剤です。こんな感じに塗って UV ライトを10秒くらい当てますと硬化します。これ瞬間接着剤よりも使いやすい場面がありまして、なんといっても塗った後に急がなくても良いというのがいいですね。くっつけたいところにマジックボンドを置いてから焦らず急がず、位置をしっかり確認して UV ライトを照らすことでくっつけることが可能です。これ剥がれてしまった家具の化粧シートを付け直していますが、瞬間接着剤を使うよりも簡単に作業ができました。それから床、フローリングをへこましてしまった時も瞬間接着剤で埋めるとはみ出したりして見た目悪くしてしまうことがありましたが、効果タイミング選択できるこれを使えば落ち着いて作業できまして使いやすかったですね。もう一点、瞬間接着剤より確実に優れている点がありまして、開封後すぐに固まってしまうことがありません。私は暗所で保管してまして、開けて、どのくらい経ったかは覚えておりませんが、今も最初と変わらず中身はしっかり出てきてくれます。瞬接だとこうはいかないですね。さて、とても便利なマジックボンドではありますが、しかし瞬接の完全な代替にはなりません。まず UV ライトを当てないと固まりませんので、光が届かない部分には使えません。光を通さないもの同士をこんな感じにくっつけたいときは、ここ光通りませんので固まらない可能性があるっすね。接着の強度的には私が使いこなせてないのかもしれませんが、少し弱いようにも感じています。相性なんかもあるのかなと思っています。折れてしまった樹脂をくっつけてみたんですけど、指で力をかけたらほんの少し曲げただけでパキッと取れてしまいました。厚塗りしたり重ね塗りしたりもしてみましたが、強く接着することはできなかったです。この辺は瞬間接着剤と同じレベルな印象ですね。強い接着というよりは手軽にさっとくっつけられる製品という感じを受けています。アサヒエンジニアリングのマジックボンド。瞬間接着剤の足りない部分はこれが補ってくれることも、その逆もございます。ピンときた方は試してみていただきたいです。ちょっと変わったケミカルいくつか紹介しました。皆様のおすすめケミカルアイテムは何でしょうか。コメント欄でぜひ教えてください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。